はい、どうもこんにちは。飛行機好きチャンネルのゆうです。今日もですね、中国東方航空の墜落事故について続報をお届けいたします。一人でも多くの方の無事を祈っておりますし、残念ながら亡くなってしまった方には深い追悼の意を表します。今日はですね、私が調べた限り正しいと思われる情報を皆さんに共有して、今後想定されうることについて考えますので、皆さんの少しでも参考になれば幸いでございます。今日はですね、こちらの内容をお届けいたします。まずはですね、進捗状況をお伝えいたします。そしてですね、前回の動画では簡単にしか触れませんでしたけれども、ボーイング 737-800 型機というものについて、日本のエアラインの状況等もご紹介します。続いて最後にはですね、今後想定されうることについて考えます。それではやっていきましょう。まずはですね、進捗状況を共有いたします。正しいと思われる情報源からですね、ピックアップしておりますので、ぜひご参考になさってください。まずはですね、国の動きですけれども、今回の墜落事故を受けてですね、習近平国家主席は全力で捜査と救助活動に当たるよう重要指示を出したということでございます。またですね、中国東方航空の動きとしましては、中国東方航空は保有するすべてのボーイング 737-800 型機の飛行を中止したということが BBC に書かれておりました。またですね、FAA やボーイングの動きですけれども、機体製造国である米国のですね NTSB アメリカの国家運輸安全委員会はですね、現地時間の21日上級航空安全調査官をですね代表者に任命したことを明らかにしました。調査はですね、事故発生国の当局である CAAC が主導し、ボーイングと CFM インターナショナル FAA が技術面のアドバイザーを務めるということでございます。ネットではですね、関連する情報が様々出てきておりますけれども、このままですね、私の動画も含めて、皆さんご自身の判断で、正しいと思われるものをですね、考えていただくということがですね、大切であることはですね、皆さんご理解いただけると思います。どうかですね、無用な憶測やですね、デマなどをですね、拡散することがないようにお願いしたいと思います。それではですね、続いてボーイング 737-800 型機について取り上げます。3つですね、概要と日本のエアラインの保有状況と最後にエンジンについて取り上げます。まずですね、ボーイング 737-800 型機なんですけれども、こちらですね、前回の動画でもご紹介しましたけれども、ボーイングのですね、小型機の主力の飛行機でございます。累計の販売台数はこちらのようになっております。ボーイング737はですね、それぞれ世代がありまして、オリジナル、クラシック、ネクストジェネレーション、マックスという形で4世代ございまして、現在はですね、このネクストジェネレーションというですね、NG が主流でございまして、今回の事故はですね、このダッシュ800型機になります。過去のシリーズの中でも一番売れている飛行機でもございますので、この後ご紹介するように、日本のエアラインもですね、かなり保有しております。はい、それではですね、続いて日本のエアラインについて見ていきます。日本のエアラインですね、短距離の路線で非常に多くこの飛行機使われておりまして、こちらに示すように多くの会社が採用しております。日本航空や全日空だけではなくてですね、エアドゥ、ソラシドエア、スカイマーク、春秋航空ジャパンという形でございます。もしこれがですね、何かしら対策が必要になるということになればですね、その規模感は非常に大きいということはですね、ご理解いただけると思います。はい、そして最後にですね、エンジンについて取り上げます。エンジンというのはですね、飛行機において非常に重要なパーツでございまして、先ほどのニュースの中でも出てきたように CFM インターナショナルという技術面のサポートも必要になってきます。この CFM インターナショナルというのはですね、アメリカの GE とフランスのスネクマという会社のですね、合弁会社になります。今回のボーイング 737-800 型機に搭載されているエンジンはですね、CFM56-7B というものでございまして、この7というのはですね、世代とお考えいただければ大丈夫です。このエンジンはですね、かなり広く使われているエンジンでございまして、万が一ですね、このエンジンに不具合があるということになりますとですね、先ほどご紹介したエアラインだけではなくてですね、スターフライヤーやピーチなどもですね、A320 という飛行機で CFM56 の 5A や 5B という同系列の飛行機をですね、使用しておりますので、そちらまで波及する可能性もあるということはですね、ご認識いただければと思います。
それではですね、最後に今後考えうることについてご紹介します。前回の動画でもですね、たくさんの方に運航停止がありうるんですかねということはですね、コメントをたくさんいただきました。1機のですね、航空機の事故ですぐ運航停止になるかというとですね、その可能性は低いと考えられますけれども、今回ですね、中国東方航空はすでに運航を停止しておりますので、中国のですね、他のエアラインがですね、運航停止にするかということはですね、注目すべきだと思います。またですね、それに関しては中国の当局がですね、そのように指示を出すかということも注目すべきと考えております。このですね、今回の墜落事故に関してもですね、原因がわかるまではですね、少なくとも数日はかかると考えられます。ある程度ですね、事故の全体がですね、見えてくるにはですね、かなり時間を要しますので、そこまでですね、安全サイドを取ってですね、運航停止にするかというのはですね、考えられることではあるんですけれども、それにしてもですね、先ほどご紹介したように、影響の範囲がかなり広いので、何かを限定しての運航停止ということはですね、可能性として出てくることは考えられます。でですね、また日本のエアラインにですね、指示が出るかということもですね、重要なポイントになってきます。日本を含むですね、世界のエアラインがですね、ボーイング737-800型機というのがですね、使用しておりますので、今回の事故を受けてですね、各国の当局がどのように判断するかというのはですね、今後注目していきたいと思っております。この動画で皆さんの不安を煽るという意図は一切ございませんが、今回の事故を受けてですね、不安になってしまうというのはですね、事実だと思います。ただですね、エアラインというのはですね、当然情報共有を図りながら、今考えうる最善の選択をしていると考えられますので、ぜひですね、安心していただければと思います。はい、以上となります。冒頭にも申し上げましたように、一人でも多くの方が無事であることを祈っております。またですね、亡くなられた方には深い追悼の意を表します。繰り返しにはなりますが、航空会社や航空に従事される方はですね、現時点で考えうる最善の方法でオペレーションを行っていただいていますので、感謝をお伝えしたいと思います。今日はですね、中国東方航空の墜落事故について続報をお届けしました。まずはですね、進捗について共有し、ボーイング737-800型機のですね、詳細をお伝えいたしました。そして最後にですね、今後考えうることとしてですね、運航停止の可能性を少し考えました。はい、それではですね、この動画が役に立ったと思っていただけましたら、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今後もですね、皆さんのお役に立つ情報をお届けいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。